この世界には人知を超えた力の持ち主が存在している。彼らがひとたび舞台に立てば超常的なパワーで天変地異すら巻き起こし、人々の心を虜にするのだ。人は彼らを畏怖と敬愛を込めてこう呼んだ。アイドルと。アイドルたちが力をぶつけ競い合う戦いはライブバトルと呼ばれ、世界中を熱狂の渦に巻き込んでいた。レジェンドアイドル、伝説のライブバトル。やっぱ何度見ても最高だな。またアイドルの動画を見てるんですか？なおちゃんは本当にアイドルが好きなんですね。そりゃあもう100万回見たって飽きないよ。アイドル分はどんなにとっても過剰摂取にならないからな。いいなあ、尊いなあ、アイドル。私もいつかステージに立ってみたいな。ゆかだってそう思うだろ？それはもちろん憧れたことくらいは。でもアイドルになれる人ってほんの一握りでしょ？それこそ雲の上の存在ですよね。なれますよ、あなたたちなら。誰だ？怪しいものではありません。通りすがりのアイドルトレーナーです。いや、すごく怪しいんですけど。アイドルトレーナー？そんな人が声をかけてくるって、まさか。そのまさかです。ビビった。あなたたちにはアイドルの才能があります。本気で目指してみませんか？伝説を生み出すようなアイドルを。この間の新連載、またセンターカラーもらってたな。実際面白いし、注目度どんどん上がってる気がするよ。読み切りで賞取ってましたからね。まだ17歳だって話題になってました。漫画に出てきそうな天才漫画家っすね。はあ、羨ましいくらいっす。ひなちゃんだって負けてないですよ。歌もダンスも漫画もできるすごいアイドルじゃないですか。いや、私は漫画家っていうよりただの漫画描きっすから、プロと比べるのは違うっすよ。ひなさんは賞に応募とかってしたことあるの？考えたことはありますけど、完成には至らなかったっすね。賞に応募ってなるとまた勝手が違うもんで。お話を作るって難しそうですもんね。ハードル高いよな。どういう世界か私には想像できないよ。確かにまとめるのは厳しいっすけど、考えるだけならそんなに難しくはないっすよ。ほら、ノートに落書きとか設定とか書いてみたり、セリフとか考えたり、それも立派なオリジナルっす。そういうのを黒歴史ノートって言うんじゃ。黒くたって立派な歴史っす。なおちゃんもそういうの作ったことあるんじゃないっすか？そりゃあまあないこともないけど。誰でも通る道ですもんね。ナナなんか
オリキャラ作って勝手に CV まで設定してましたよ。あるある。頭の中ではアニメになって動いてて、声とかそれっぽい BGM とかもついてるんだよな。でも結局妄想止まりという悲しみ。そういうのを形にできる人が羨ましかったです。そいつはどうすかね。ひなさん、なんか目の色変わった？いやー、ちょっとした思いつきなんすけど、その妄想形にしてみないっすか？ナナたちの妄想を形に？そう、名付けて虹色ドリーマーのみんなで同人誌作ってみないっすか計画。私たちの同人誌？いやいやいや、そんなの無茶だよな。私素人だし、絵だってそんな。誰だって最初はそうっす。それでも力を合わせればなんとかなるもんですよ。普段は妄想で終わるアイディアを手にしてみる。ワクワクしないっすか？するですよね。そのワクワク感我慢しないで解き放つっすよ。私たちのオリジナル漫画か。どういうのがいいかな。何でもありって考えると難しいよな。とりあえずみんなの好きな要素を突っ込んでみるのはどうすか？自分の好きを主張する、まさに同人って感じで。ナナの好きなものか。私ならやっぱりファンタジーかな。魔法とか使ってド派手なバトル展開とかあってさ。いいじゃないっすか、王道バトルもの。ナナさんはどうです？そうですね。ナナもいいと思います。変身ヒロインとかナナも子供の頃から好きでしたし。まあ好きなものって言われて最初に思いついたのは別のことだったんですけど。最初に思いついたもの？気になるな。教えてよ。その今のナナが一番好きなものって考えたらやっぱりアイドルかなって。確かに私もアイドルが好きって気持ちは負けてないぞ。現役アイドルが描くアイドルストーリーそれっぽいテーマ性が見えてきたっすね。ならアイドルで考えてみる？バトル展開は抜きにしてリアル路線の青春ものとかかな。いや、抜かなくていいっす。私たちの好きな要素全部のせっすよ。アイドルでバトル展開を？確かに面白そうだけど、そんなのありなのか？もちろん、どんな自由な発想で作ってもいい。それが創作の醍醐味っすからね。アイドルへの道は険しいものです。1に訓練、2に修行、3子がなくて5に特訓。ほら、足を止めないで。アイドル、すなわち互いに力を尽くし作り出す流れ。この精神こそが古代アイドルの起源と言われています。正しいアピールは正しい方から生まれるのです。まずはアピール素振り100回から。おす、いきます。ラブラブキュン、ラブラブ
感じるのです。あなたはアイドルとして観客たちに向けて自分をアピールしなければなりません。イメージする。これは人形じゃなくてファンのみんな。私は今本番のステージに立っている。受け取って、なおなおやったー。これが私のパワーなのか。そう、アピールパワーとは心の力。今こそあなたはそれを己のものにしました。体がうずうずしてきたよ。このアピールを本番のステージで早くやってみたい。師匠、次の修行は何ですか？今の私たちならどんなメニューでもこなせると思います。いいえ、そろそろ次の段階へ進むとき、修行ではなくです。実践ってことはまさか次世代アイドルオーディション。参加者同士のライブバトルで優勝を決める大会。新人の登竜門といったところです。そこで勝ち残れば一人前のアイドルとして認められるということですね。数多くのライバルが待ち受けているでしょうが、今のあなたたちなら十分に戦えるはずです。分かったよ、師匠。こうなったら目指すは優勝だ。ではなおちゃん、お互いに頑張りましょう。オーディションとなれば私たちもライバル同士ですよ。もちろん、どっちが勝っても恨みっこなしだからな。期待していますよ、二人とも。新たなる伝説のアイドルになれるように。アイドルの未来を背負って立つのはあなたたちなんですから。って感じで師匠と出会って修行してアイドルの大会に出る。わかりやすさ重視っす。おお、これぞ王道って感じがする。いいな、これでいこうよ。確かにアイドルだけど展開はバトルもの。面白そうですけど、いいんですかこれは。いいっすよ。この世界のアイドルはすごい能力を持ってるっす。レッスンじゃなくて修行をしてステージで戦うっす。そうそう、アイドルパワーでキラキラーって虹が出たり、観客が感動のあまり吹っ飛んだり、面白そうだろ。変な設定なのに完璧に想像できます。絵の圧力が強い。うなる謎パワー、吹っ飛ぶファンたち。よしよし、メモしときましょう。それで話のメインは大会か。どういう敵が出てくるんだろう。いろんな流派や組織の敵。この話だとプロダクションですかね。このオーディションに世界中のプロダクションから屈強な猛者たちが集まった。そうそう、格闘ゲームとかみたいな感じで個性的なやつらがめっちゃ集まってくる。もちろんそれぞれのアイドルにドラマがあって、激戦に次ぐ激戦って感じで。何ページになるんだこれ。おやおや、気づいてしまいましたか。何ページでもいいっすけど、もちろん書くのも私たちっすよ。もうちょっと控えめにしましょう。ナナたち初心者ですからお手柔らかに。じゃあ敵の数は減らして、でもインパクトは欲しいよな。こう最初からラスボスと戦うくらいにさ。最強のプロダクション所属の究極のアイドルみたいな。
おかしなワードがどんどん生まれてるっすね。いい流れっすよ。だんだんノリがつかめてきました。よーし、バトルが盛り上がるような最強の敵キャラを作ろう。次世代アイドルオーディション。才気あふれる若き新人たちが続々とエントリーしているようですな。実にいい。それでこそ叩き潰しがいがあるというものです。みんなに力の差を見せつけてやるっすよ。プロダクションの名に恥じない活躍見ててくださいっす。期待していますよ。他の参加者には気の毒ですが、我々が擁する究極最強の新人、その華々しいデビューを飾るために礎となってもらいましょう。おー、すごいなー。いっぱい人が集まってる。観客だけではありませんね。他の新人アイドルも腕が鳴るというものです。オーディションはブロック別の予選と本戦に分かれています。パワーだけでなくスタミナも大事ですよ。あたしとゆかは別のブロックみたいだな。ぶつかるとしたら本戦のトーナメントだ。予選を勝ち抜けたらですよね。油断して負けたりしないでくださいよ。なんだと？そっちこそあたし以外のやつにやられたりすんなよな。よし、こっちは難なく勝ち抜いたぜ。なおちゃんは無事に勝ち抜いてましたし、私も負けていられませんね。修行で鍛えたアピールでどいつもこいつも雑魚ばかり。まとめて軽くひねってやるっせ。次世代のメガネアイドルひなちゃんでーす。私のメガネパワーみんなにお届けっすよ。なんて凄まじいアピールパワー。まるでレベルが違う。それじゃ聞いてくださいっす。ハイメガパワーメガネエンジェル。ダメだ、私のパワーじゃ。あなたは一体。おや、まだ意識が。ちょっとは骨のあるやつもいたんすね。せっかくだし参加賞のついでに教えてやるっす。あたしは新時代の伝説となるアイドル、ネオジェネシスメガネアイドルヒナっす。登場シーンは大駒でドーンっすね。わかりやすいっす。なるほど、ゲームだったら絶対に負けイベントですね。昔の偉い人は言いました。強キャラの描写はいくら持ってもよい。なのでこう
決めポーズだけで敵も観客もぶっ飛びます。こんな感じですね。完全にバトル漫画だこれ。これが私たちの作るアイドルか。実際のライブでもテンション上がりすぎて体が動いちゃうことってありますし、それのすごいやつですね、多分。ですね。決めポーズだけでこのありさま。曲が始まったらペンペン草も残らん。ナナたちの歌も曲名叫ぶと必殺技っぽくなりますからね。アイドルとバトルもの、相性いいのかも。やっぱみんなで考えるのって楽しいな。いつものオタクトークと同じようなノリなのにどんどん話ができてくるよ。ナナもです。最初は不安でしたけど、もう同人誌の完成形が見えてきた気がしますよ。二人とも乗ってきたっすね。あとはここからどうまとめるかっす。そうだな。主人公と決勝で戦って、それでこいつどうやって足すんだろう。倒せなかったら話が終わっちゃいますよ。どうやって勝つかを考えるのも私たちの仕事っす。思いつかなかったら主人公補正で適当になんとか。さすがにそれは最後の手段だ。頑張ってこいつの攻略法を見つけないと。最強のアイドルだけど、実は弱点があるとか。アイドルの弱点ってまた謎の単語ですけど。考えなきゃダメだけど、深く考えたら負けな世界っすからね。そうだ、実は主人公と因縁があって、そのおかげで攻略法に気づいたとかは。主人公目線は読者目線でもあるっすからね。いきなり知らない設定が生えてくると混乱するっすよ。あ、そっか。でも単に強い敵ってだけじゃなくて、なんかドラマがあった方がいいと思うんだよな。確かにその方が美味しいっすね。ライバルキャラといえば人気投票上位のポジションですし、敵との因縁か。じゃあこういうのはどうでしょう。主人公じゃなくて実は。ゆか、大丈夫か。しっかりしろ。大丈夫です。なおちゃんとの約束は果たせませんでしたけど。どういうことだ師匠。あいつは一体何なんだ。おそらく超大手プロダクションが送り込んできた新人アイドルでしょう。新人と呼べるレベルの強さではないですが。当然っすよ。最高の環境で最強のトレーナーに鍛えられたっすからね。お前は何しに来たんだ。ただの挨拶回りっすよ。私は礼儀正しい新人アイドルなもんで。確かそっちは A ブロックを勝ち抜いてた人っすね。本戦で叩き潰してやるっす。勝ち負けなんてやってみなきゃわからないだろ。息巻いても無駄です。ヒナは我らプロダクションの総力を結集して育てられた超スーパーエリート大型新人ですからな。あんたはかつて伝説のアイドル黄金世代を築き上げ、テレビに出るたびにトレンド入り確実と噂されたレジェンドアイドルの一人。
パーフェクトコマンドアイドルおや、ご存知でしたか。ですが、それも昔の話。今の私はプロダクションに雇われたトレーナーに過ぎません。私たちのプロダクションに専任トレーナーとして招かれたんすよ。おかげでありがたい英才教育を受けられたっす。あなたのような人がこのオーディションに出てくるなんて思いもしませんでした。プロダクションの方針に従っただけのこと。何せ10万マニーポンとくれる気前のいいお方です。まあこうしてあなたの愛弟子と戦えると知っていればただでも喜んでやりましたがね。師匠、あいつと知り合いなんですか？正体を明かすつもりはありませんでしたが、仕方ありませんね。なおちゃんお気に入りの動画で見た覚えが。レジェンドアイドルの一人、エターナルメンアイドルナナ。あんたが私たちの師匠だったのか。へえ、強いんすか？もちろんです。私が認めたプロ中のプロですから。とはいえすでに引退した身。心血注いで育てられた愛弟子も随分とぬるいものです。ただのかかしですな。なおちゃん、棄権しましょう。あの子は強すぎます。無事では済まないかもしれません。師匠。なおちゃんたちには未来があります。優勝を目指すのはまた次の機会でいいですから。つまり主人公じゃなくて師匠が敵との因縁を持っていると。そうです。実は師匠は元伝説のアイドルで、自分の夢を主人公たちに託したんです。いいっすね、その燃える設定採用して。ありがとうございます。ナナ的には師匠のキャラが一番お気に入りになりそうで、だからどういう見せ場があったらいいかなってずっと考えてたんですよ。なるほど。やっぱりキャラに愛着があると動かしやすくなるもんな。その通りっす。作り手の魂がこもるっすからね。きっと自分にはできないことがあったんです。かつての仲間とのすれ違いとか、自分の限界とか。だからその夢を次の世代に託したんです。そんなの泣けるじゃないですか。ナナさんそんなの聞いたら私まで泣けてきちゃうよ。私もこいつらをもっと輝かせたくなってきた。なら私たちの力で最高のハッピーエンドをプロデュースせ。そうだな。主人公だって師匠や友達の思いを背負って戦ってるんだし。しかしライバルも一筋縄ではいかないっすよ。師匠の因縁の相手がバックについてるんですからね。ライバルキャラの設定も固まってきましたからね。強さに説得力が出てきました。今の私はレジェンドアイドルに並ぶ力を持っている。あなたごときでは足元にも及ばないっすよ。これは手強いな。
でも主人公だって伝説のアイドルに認められた期待の新人です。きっと勝ち目はあるはず。そうか、つまりこれは次世代レジェンド同士の戦い。その通りっす。盛り上がってきたところでいよいよ最終決戦っすよ。ま、仕方ないっすね。不戦勝で優勝ってのも一応話題になりますか。棄権するかと思ったっすけど。当然だろう。戦う前から諦めたりはしないさ。なおちゃん、本当に戦うんですか？だって師匠はいや、ナナさんは言ってくれたじゃないか。私たちならレジェンドアイドルを目指せるって。その言葉を信じてここまで来た。今さら立ち止まったりはしないよ。ユカだって全力で戦ったんだ。私も親友として負けてられない。お願いします。私の分もあいつにぶつけてやってください。結果の見えてる勝負に命を懸けるほど愚かなやつには見えなかったんすけどね。見込み違いっすか？私はパーフェクトコマンドアイドルの力を継承した新たなるレジェンドアイドル。あなたが勝てるわけがないっす。試してみるか？私だってジェンドの弟子だぜ。ジェンドの弟子だぜ。なおちゃん、大丈夫でしょうか？あなたも人が悪いですな。敗色濃厚、改装必至の戦場に愛弟子を送り込むなど。そんなことはありません。私はナオちゃんが勝つって信じてます。はあ、何か賞賛が？ナオちゃんは本当にアイドルが好きなんです。暇があればアイドルのライブ動画を見ていて、ナナさんのことも、そしてあなたのことも。ひなさんがレジェンドアイドルの力を受け継いだのなら、ナオちゃんにとって未知の敵ではないはず。ならば見せていただきましょう。彼女の実力とやらを。なるほど、わかったっす。覚悟を決めてるならもうどうこう言う気はないっすね。レジェンド級の全力 100% 中の 100% で相手してやるっすよ。確かにすごいオーラだ。同じステージに立つとはっきりわかる。体が震えてくる。でも私は決めたんだ。ナナさんみたいな、いやナナさんたちよりももっとすごい私の伝説を作るってな。だからヒナ、私はお前に勝つ。できるものならやってみるっすよ。なおライブバトルスタート。もう決勝ですか？トーナ
ページ数も限られてるっすから、まあうまいこと片付けたし平気っすよ、平気。その分ラストバトルに力を入れるんだ。お互いの必殺技、プライドのぶつけ合い、絆パワーで覚醒。アニメとかだったら絶対途中で主題歌が流れ始めるやつですね。断言できるっす。最終決戦で主題歌が流れて熱くならないオタクはいない。はあ、なんかうまく言えないけどすごいな。同人誌作るのって大変だけど、こんなにいろんな人が夢中になるのもわかります。作るのも見るのもどっちもです。そう、私たちだけじゃないんだよな。この本ができてみんなに読んでもらえる。想像するとドキドキするよ。きっとみんなも私たちと同じ景色を思い浮かべて胸を熱くしてくれるんだ。それってすごいなって思ってさ。そうです。その心が大事なんです。ひなちゃんもなんだかすごく嬉しそうですね。そりゃもう当たり前っすよ。そのワクワク感は私も大好きなやつっすからね。いいネタを思いついた時、絵が出来上がった時、製本されて本になった時、会場で手に取ってもらえた時、みんなワクワクするんす。その瞬間がたまらないんす。自分が抱いている好きの気持ちを形にして同じ仲間と分かち合えた、その証っすからね。二人を見てたら思い出したっすよ。初めて同人誌を作った時の気持ち。懐かしいな。私も同じかな。ひなさんはこういう気持ちで漫画描いてたんだって今までよりもずっと近くに感じるよ。そっか、このお話を通して気持ちが一つになったんですね。書く人と読む人の心もナナたちの心も同人誌のパワーがつないでくれます。みんなの心を一つにだな。それじゃもう一息っす。エンディングはもうすぐっすからね。ああ、力を合わせてこのまま一気に走り抜けるぞ。まさかこんなことになるとは。お前真面目なやつなんだな。それで師匠のことをすごく尊敬してる。戦っててよく伝わってきたよ。でもだからこそアピールのタイミングちょうど全部手に取るようにわかる。お前の師匠のライブなら私も何度も見たからな。認めます。あなたは手強い。このままじゃ私に勝ち目はないかもしれない。でも私もおいそれと負けるわけにはいかないんで、今この場で私は進化すおお、いいぞヒナ。実戦に勝る鍛錬はない。戦いの中で強くなれ。なんだよそれ、まだ強くなるのかよ。る。今さらおじけづいたりしないっすよね。当たり前だろ。お前が成長するなら私だって、なんだって私は
まぬ努力とライバルとのぶつかり合い、その中で進化し続ける、それこそうっす。それでこそそがアイドル。たく化け物かよお前。あなたに言われたくないっす。なるほど、これがレジェンドを超える力すか。ゆか見ててくれたか。正直夢中でやってて自分でもあんま覚えてなくてさ。すごいアピールでしたよ。今まで見たことがないくらいで感動で震えが止まりません。それに何より私ももっと強くなりたいって思いました。勇気をもらいました。箔をつけてデビューするつもりがとんだ災難っすよ。ま、本気でやった結果で文句なしの乾杯っす。敗者は潔く去るとしますかね。どうだかな。次にやったらどっちが勝つかはわからないぞ。お前とのライブバトル楽しかった。またやろうぜ。こっちこそ負けないっすよ。アキさん、これからどうするつもりですか？わざわざ聞きに来るとは意地が悪い。まあ新しいスポンサーでも見つけてトレーナー業を続けますかね。本当にそれだけですか？ナナは今日のライブバトルを見て決心しましたよ。ナナたちを超えるような才能が今も生まれ続けている。そんな胸躍る景色を影から見守るだけじゃもったいないです。悔しいですが同感ですね。そこまで言われて引き下がれるほど私の情熱も冷めてはいませんからな。私たちのライブバトルに来てくれてどうもありがとう。私はもっと強くなる。たくさんのライバルたちに負けないくらいだから、これからも応援よろしくな。私はなおレインボードリームアイドルなお。この日、世界は大きな転機を迎えた。伝説の再来を予感させる超大型新人の登場。それに呼応するかのようなレジェンドアイドルたちの電撃的復帰宣言。アイドル界を揺るがすニュースが全地球上を駆け抜け、人々は驚愕し歓喜し、さらなる熱狂を巻き起こした。そしてよし、これでフレンドしてできたー。いい話
女たちの熱血アイドルバトルストーリー、これでみんなに届けられますね。まあネタをまとめただけですけどね。あとはこいつをネームにして原稿にしてここからが本当の地獄っすよ。ひなさん、コーチよろしく。私はいろいろ素人だけど精一杯頑張るからさ。今後ともよろしく。まあ心配はいらないっす。私たちみんな根っからのオタクっすから。好きなことのためならどんな沼も地獄も楽しめちゃう。それがあたしらの差がっすよ。お話作りもノンストップで最後までやっちゃいましたからね。今日の7は体力も気力もバッチリでした。っていうか、今何時だ？ずーっと話し込んでたけど。そうですよ、明日はっていうか今日はみんなでレッスンの日じゃないですか。夢中になって忘れてたっすね。このままじゃまずいっすよ。プロデューサーさん、おはようございます。今日は大人数での合同レッスンの日。腕が鳴りますなと意気込んでいたのですが、ナオ殿たちがまだ来ていない様子です。プロデューサー殿、何か連絡を受けておりますか？おや、珍しいですね。寝坊でしょうか。お待たせしました。3人とも到着しましたか。ギリギリセーフといったところですね。いや、ダッシュで来たっすから。ちょっと飲み物いただけますかね。限界で。はい、どうぞ。3人揃って遅れるなんて何かあったんですか？昨日はひなさん家でアニメ合宿だったんだけど、それが予想外の方向に盛り上がっちゃってさ。実はみんなで同人誌を作ろうって話になったんです。みんなでそのネタを遅くまで考えてまして。でもおかげでプロットが完成したんすよ。虹色ドリーマーのチームワークの結晶っす。まあみんなが構わなければ。雑に書き留めただけですし読みづらいっすよ。さあ3人とも合同レッスンの時間ですぞ。予定通りメニューはきっちりこなさねばなりません。今日はいつもよりハードになりそうです。レッスンなんとか終わりました。それでプロデューサーさん、私たちに話があるって聞いたけど、どうかした？ユニットって虹色ドリーマーのですよね。何か面白いことでも始めるんすか？そして新たな伝説が始まった。私たちが作った同人誌ですね。おかげさまで好評をいただけて
嬉しい限りです。漫画を描くなんて初めてだったんですけど、満足いく出来になったって思います。ナナも絵を描いてて、ひなちゃんのお手伝いくらいですけど、絵を描きながら自分で感動しちゃって、何度も読み返すくらい大好きなお話です。ユニットみんなの気持ちが詰まってるんです。最初はそういう予定はなくて、アイドル活動とは関係なしに本を作るつもりだったんですよ。私たちって普段から一緒にオタクトークとかしてて、その時にちょっとしたきっかけでオリジナル同人誌作ろうってことになったんです。それがせっかくだから新曲の PR 映像に使ってみようって話になって、ナナたちもびっくりしましたね。そう考えると元の同人誌はアイドルとしてっていうよりオタクとしての気持ちが詰まってるのかも。だから私たちのファンだけじゃなくて、漫画とかアニメとかが好きなたくさんの人に読んでもらえたらもっと嬉しいって思います。話を作るのに最初に考えたのは、自分たちが好きな要素をいっぱい詰め込もうってことです。だからこの本にはナナたちの好きの気持ちがいっぱい入ってます。私も昔から漫画とかアニメとかが好きで、今回の作品作りでその気持ちがもっと強くなったって思います。世の中の作品もこんな風に作家さんの気持ちが詰まってるんだなーって実感できて、いろんなものがもっともっと好きになれそうです。そうですね。私も他のみんなも根っからのオタクって感じですから、好きなことを語らせたら止まらなくなるんですよ。私たちのそんな姿に共感して応援してくれる、そんなファンの皆さんの存在も何より励みになります。だから皆さんにも自分たちの好きな気持ちを思いっきり叫んでみてほしいです。私たちもそんな皆さんを応援してますから。お、インタビューは終わりましたかな。皆さんいい顔をしておりますな。バッチリです。さすがにちょっと緊張しましたけど。ありがとうございます。いつもと路線の違うお仕事だから喋ることも独特で、でも楽しめたっすよ。私たちの気持ちちゃんと伝えられたかな。もちろんです。漫画と同じく皆さんの熱意をひしひしと感じました。二人にも感謝っすよ。大事な役を熱演してもらえて作者冥利に尽きたっす。ひなさんたちの漫画楽しかったです。むしろ起用してもらえて誇らしいくらいです。演者に合わせた細かいアレンジもハマっていましたな。私のアイディアも採用していただけて実に光栄でした。すべては原作の物語に皆さんの情熱を感じたからこそ、私も精一杯の熱意で敵役を演じましたとも。そう言ってもらえて本当に嬉しいよ。おかげですっごいレアな経験ができたしな。プロデューサーさんもありがとうございました。最初は本当に驚きましたけど、おかげで楽しいお仕事ができました。
私たちならでは。本当にその通りっすね。今までいろんな形でアイドルとして舞台に上がってたけどさ、オタクな自分をここまでアピールすることってあまりなかったからな。虹色ドリーマーのみんなだからできたことなんですね。ナナ、今回のお仕事やらせてもらえて本当に良かったです。よくわかります。私も分野は違えど、ひな殿たちと同じくオタクですからな。自分の情熱を形にして同じ志を持つ仲間たちと分かち合う、その喜び、実に良きものです。好きなことを極めてまっすぐに打ち込む姿は何より美しいものですからね。私も元気を分けてもらいました。確かに好きなものから元気をもらえるのはオタク趣味だけの話じゃないもんな。みんなの好きの気持ち、もっといっぱい応援していきたいです。それが虹色ドリーマーの使命っすね。合言葉は人類皆